今回は、2021年末発売の、女神デバイスシリーズ最新キット、バレットナイツ、エクソシストウィドウをパチ組レビューしていきます。予約が開始された今年の春頃から、発売されるのを指折り数えてました。通常版からカラーリングが一新されて、ダークな雰囲気に変わっています。それでは、最後までごゆっくりお楽しみください。万吉プラモチャンネル。皆様こんにちは。最近、重いものを動かすたびに、腰に微妙な違和感を感じ、いつかぎっくり腰になるのではないかと不安な万吉です。運動不足が原因ですね。今回は、待ちに待った女神デバイスシリーズの新キット、エクソシストウィドウをパチ組レビューしていきます。今週は、エクソシストウィドウ、エクスキューショナーブライド、ルミティアと、寿屋さんから3つもビプラが販売されましたね。ルミティアのレビュー動画が多くアップされることが予想されますが、個人的に一番組みたかったウィドウを最初に動画化します。お値段は6138円です。通常版のエクソシストは、ホワイトを基調としたデザインでしたが、ウィドウは真逆のブラックを基調としたデザインに一新されました。個人的には、通常版よりカラーリングがすごく好みです。通常版のエクソシストと違う点として、大きな十字架状の武器であるグレイブアームズが追加されています。パッケージデザインはいつも通りです。開封していきます。寿屋キットの香り。楽しみにしていたキットを開封するのって、すごくワクワクしますよね。それでは、内容物を確認していきます。特徴的な鮮やかなブルーのクリアパーツです。このクリアパーツは ABS 製のようですね。通常版エクソシストからカラーリングが変更されているだけで、特に新規パーツはなさそうですね。それにしても綺麗なブルーです。太もものパーツは、ボトムスセットが採用されています。画面左の通常タイプの太ももと比べると、ボトムスセットの方がより肉感的になっていることがわかると思います。通常タイプのパーツも付属しているので、お好みで使い分けてください。カメラ越しだと結構白っぽいですが、実際はもっとピンクが強いです。エクソシストは、同じバレットナイツのランサーが元になっているので、ランサーの紙パーツが付属します。なのでウィドウは、ランサーを元にしたエクソシストの派生キットという、ちょっとめんどくさい肩書きになります。手に取る前は、もっと明るいイエローをイメージしていたのですが、思ったより濁りが強いイエローなのが意外でした。大型武器を持つために、ABS の持ち手が付属します。このキットでは使用しないですが、低身長用の内部パーツが付属するので、改造をする方は結構嬉しいのではないでしょうか。普通のブラック以外に、メタルブラックのパーツもあります。ラメが入っていて、この色もかっこいいですね。エクソシストといえば、個性的な顔でしたが、今回の表情はおとなしくなっています。どうやら、通常版エクスキューショナーの表情が元になっているようですね。逆に、エクスキューショナーブライドの表情は、通常版エクソシストが元になっているようです。右から微笑み顔、涙目顔、母顔です。元にしていると言っても、さすがに椎茸顔はありませんでしたね。エクソシストって強気なお姉さんみたいなイメージだったので、彼女が涙目になるってどんな状況なんでしょうね。デカールは少なめなので安心です。ランサーを作った時のトラウマが蘇るところでした。説明書はいつも通りの女神デバイス仕様です。ちなみに今回も、寿屋さんがあれをつけてくれています。ランナーすべて余剰という、つけなくても良いものを、我ら健全な紳士のためにつけてくれています。ありがとう寿屋。カラーガイドです。興味のある方は停止してご覧ください。それでは作っていきましょう。通常版のエクソシストやランサーを作ったことがある方は、すでにご存知だと思いますが、髪の毛も合わせ目が目立たないように、パーツ分割が工夫されています。こんな感じに、編み込みのところで分割されています。相変わらず出来がいい顔ですね。
寿屋さんは、やっぱりいい仕事してます。それに、髪の毛もシャープな造形で惚れ惚れします。めちゃくちゃ可愛いですね。もちろん、ランサーの前髪も取り付け可能です。パッツンだと幼く見えますが、これはこれで可愛いです。胴体も結構パーツ分割されています。胴体には、かなり小さいパーツを取り付けることになるので、落とさないように注意してください。落としたら、多分一生見つからないです。奥まったところに取り付けるので、かなり大変です。なくさないように、塗装しない方はこの段階で、接着剤で固定してしまってもいいかもしれません。ひし形状に露出している肌がとても洗浄的です。エクソシストウィドウ、完成しました。めちゃくちゃかっこいいです。カラーリングがブラックになるだけで、こんなにも雰囲気が変わるんですね。ほぼ全てのパーツが流用されていますが、通常版と比べても、パッと見では別キットのような印象を受けます。それに、差し色で使われているブルーもとてもいい感じです。通常版はもはや聖職者でしたが、ウィドウは、ちゃんと聖職者に見えます。どこからか怒られそうですね。こちらは素体モードです。カラーリングがブラックになったことで、肌色がよく目立ちます。素体モードも、全体的なカラーリングが違うので、通常版と比べると、印象がかなり変わりますね。素体モードは、表情を除けば、通常版と全てのパーツが共通です。パーツ量が多かったので、制作時間は4から5時間といったところでしょうか。可動範囲の紹介です。女神デバイスの素体なので、いつも通り、可動範囲はかなり優秀です。首は、ボールジョイントと軸がいくつかあるので、前後左右に、かなり自由に稼働します。腕の可動域も優秀です。肩もかなり上がりますし、肩甲骨にも可動軸があるので、腕が大きく稼働します。溝落ちあたりにも可動があります。ここや腰の可動は、女性らしいポーズをするのに欠かせないので、ここまで動く女神デバイスの可動は本当に優秀だと思います。足も可動軸がいくつかあるので、かなり自由に稼働します。太ももはボトムスセットになっているので、足を組ませることができます。太ももの内部にあるギミックのおかげで、足を自然にクロスすることができます。こちらが武装モード用のパーツです。各パーツを交換、取り付けるだけなので、2、3分あれば、武装モードに変更できます。続いて、武器を紹介していきます。こちらは、一見銃に見えますが、説明書にはナックルと記載されていました。トリガーっぽいものがあるので、殴りながら押すと爆発でもするのでしょうか。余剰パーツを使えば、ピストルっぽくもできます。ナックルよりピストルとして飾った方が、個人的に好みです。こちらが、今回新しく追加された、グレイブアームズです。MSG シリーズで販売されているものからは、カラーリングが変更されているようです。少しだけ伸びます。先端には 3mm 穴があるので、ここに付属のアタッチメントを取り付けられます。こちらは方針をつけた、キャノンモードです。こうして見ると、ランチャーほどではありませんが、なかなかに大きい銃です。このアイコスみたいなアタッチメントを取り付けることで、パイルバンカーモードになります。いろいろなところを伸ばすと、かなりのサイズになります。本体より、かなり大きいです。腕のようになる可動ギミックがあり、先端に付属のマニピュレーターを取り付ければ、人型のようになります。
サイコパスっぽい顔してます。武器と呼んでいいのかわかりませんが、1パーツで構成された十字架です。グレイブアームズと合わせても、フォルムが同じなので、統一感があります。武器ではありませんが、顔を覆うようにヘッドギアが稼働します。また、ヘッドギアには青色の触覚が内蔵されています。顔を隠すと、暴走モードとか、殲滅モードっぽく見えますね。ということで、今回は女神デバイス、エクソシストウィドウをパチ組レビューしてみました。通常版からほとんどのパーツが流用されていますが、初めて作るエクソシストだったので、楽しく作ることができました。カラーリングもガラリと変わっているので、一度エクソシストを作った方でも楽しめるのではないでしょうか。自分が美少女プラモデルにハマったきっかけが、エクソシストとエクスキューショナーを見たことなので、その2つのキットには特別強い思い入れがあります。デザインもカラーリングも個人的にすごく好みなこともあり、このキットの気になるところはほとんどないですね。強いて言うとすれば、関節が硬いところが多いので、棒ヤスリなどで調整しないと軸が折れるかもしれません。実は撮影中にスカートの軸が折れてしまったのですが、なんとか修復することができました。ウィドウは初めて見た時から全塗装したいと思っていたので、そのうち全塗装動画をアップしようと思います。次回以降のレビュー動画の裏で制作を進めておきます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。気になることやリクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。また、よろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。